おだすこちこんばんポテトでしょぼでとぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、守備的ゴールキーパー VS 攻撃的ゴールキーパーやっていきたいなと思います。今までね、ゴールキーパーの検証っていうのはいろいろやってきたんですけども、攻撃的ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーもね、過去もやったことはあるんですが、またね、ちょっといろいろ変わってきてる感じがしているので、そこもちょっと今回はやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットしてそのまんま今回という形でやっていきます。キッカーメッシ決定力90になっています。枠外とかポストはねノーカウントにして50本ずつ今回はやってきましたよという感じです。で今回使っていく選手なんですけども、ちょっと前のゾマーなんですけどプレースタイルが変わってですね、攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーとなってます。能力もね基本的にご覧の通りほとんど同じになっていますね。クリアリングキャッチングが若干ね低くなったりとか1ぐらい変わったりしますが、それ以外全部揃えてきてるという感じで、これでやっていきましょう。まずは攻撃的ゴールキーパーから見ていきましょう。前作のところで言うとね、攻撃的の方が圧倒的にシュートに対するところが弱かったっていうのはあるんですけど、今回はどうかなっていう感じですけどね。あとは183センチっていうね、ちょっと小さめなところがどうなっていくかなとかも気になりますけども、どうでしょうかね。はい、見ていただきました。結構厳しいかな。これはどうなんだろう。183センチがダメってことなのかな。ちょっとそもそも届かない感じっていうのもしたんですが、ちょっと守備的を見ていきましょう。はい、ここからは守備的ゴールキーパーのゾマーになっていきます。いくら身長は低いとはいえね、前作で言うとこういう検証した時に、守備的の方が明らかに止めてたっていうのもあるんですけど、今回はどうなりますでしょうかね。でもやってた感じでもちょっとこっちの方が止めてた感じはあるけどね。はい、見ていただきました。やっぱりさっきよりかはいいかなっていう感じはしましたよね。止めてたしキャッチもしてたかなと思います。はい、というところでちょっと一回数字見ていきましょう。こうなりました。はい、ということでそうですね、やっぱり全体的に2倍ぐらいかな、守備的の方が止めてたかなということは言えるですね。セービングキャッチングに関してもね、そんな高い数字はないけどね、本数もねちょっと見たいって声もあったんで、今回50本でちゃんと揃えてきたので見せれるんで見ていきましょう。こうなりました。はい、ということでこう見るとね、そうね、特にこのゴール数とか見ちゃうとね、ちょっとね差が出てきちゃってるなと言わざるを得ないなという感じではあるんですけどね。ただ同じシチュエーション、同じようなシチュエーション、パワーゲージも若干違かったりしてたまたまっていう可能性もありますからね。その上で参考にしていただければと思いますけども、いつも言った通り数字だけだとねもったいないので比べていきましょう。はい、まず黄色いユニフォームが攻撃的、黒いユニフォームが守備的のゾマーなんですけども、同じようなパワーゲージ、同じような蹴る場所で持ってきましたよって感じになっていきます。この後なんですけど、こんな感じで、はい、片方は弾いて片方はキャッチしていく感じなんですけど、コースもほとんど同じなんですけど結果が変わるような形になりましたよというところになっていきます。ちょっとねこの辺紐解いていきたいなと思うんですけども、ということで反応の速さはねあんま変わってなくて、場所の差っていうのが大きいのかなと思いました。比べるとこんな感じで、一歩ぐらいの差がスタート位置のね違いがあるんですよね。はい、事実ですね、ワンバウンドのボールしかね今回止めなかったですね。ちょっとねノーバウンドというかちょっと高いボールになっちゃうともう止めらんないっていう感じにはなってましたね。そこは身長もあるとは思うんですけどね。逆に守備的ゴールキーパーの方は浮き球もねちゃんとキャッチしたりとかはしてたりしましたねっていう感じなんですけど、なんかねそんなことよりねそもそもちょっと気になったことがありまして、これなんですけど、このねゾマーのねセービングまでの動き、挙動をねちょっと注目してほしいんですけど、これわかるかな。なんていうの、このジタバタしてる感じわかりますこれね攻撃的も守備的もねどっちもなんですよ。どっちでも同じことがあって、であまりにも結構多かったんですけど、これ要はですねこれ見ていくと、この蹴る瞬間にゴールキーパーってスモールステップ、
ジャンプしてね、動きを一瞬止めるっていうのが実際のこう鉄則というかあるんですけど、これをすることでね、反応がしやすくなるんですね。ボールに対しての反応、横に飛ぶとかの反応がしやすくなるんで、これをやるんですけど、これが基本中の基本なんですけど、これがですね、できてないことの方が多いんですよ。たまにできないっていうのはまだわかんなくないんですけど、で、これがね、止める、その挙動しても止めちゃうんだったら別にいいんですけど、明らかに見てる限りですね、これが理由でね、失点してる感じなんですよね。それはちょっと納得いかないというか、明らかに反応遅れちゃってる感じがするので、しかも残念なのがこれ、センス88なんですよね、今回。これがセンス低すぎるとこうなるとかならまだわかるんですけど、88って結構高い方だと思うんで、それでこれっていうのはちょっとねっていう悲しいなっていう感じはしますね。はい。なのでこれはですね、能力云々っていうよりは仕様の部分が大きいのかなと思いました。という、そういう仕様があるということが分かってきたので、今日は結論です。ゾマにとっては小さな一歩だが、イーフトにおいては大きな一歩である。何それとします。はい、ということで、ちょっと多分結果だけ見た人はよく分かってないと思うんですけどこのポジショニングでのね、セービングに対しての差が大きいなっていうところですね。ただね、前作よりは差はね、なくなってきてるかなっていう感じはしましたね。一つね、勘違いしてほしくないのは、攻撃的がダメっていうことではないので、そこはね、注意してほしいなと思います。あくまで今回でいうとこのミドルシュート、コンカとかね、そういうシュートの時は確実に、守備的の方が有利だよということは言えるかなとは思います。攻撃的にもですね、もちろんいいところはありますし、例えばポストに当たった時とかね、この反応とかももちろんね、攻撃的の方が良かったりしますから、そういうところとかの違いはあります。なので、それぞれの良さっていうのは絶対あるんだよということはね、押さえておいておくと良いかなと思いますね。で、実際じゃあどういうところかっていうと、具体的に言っていくとですね、裏木はもちろん攻撃的ゴールキーパーだし、シュートに関しては今回やったみたいに守備的ゴールキーパーの方が良かったりはしますので、ディフェンスラインが高いようなチームスタイルの場合は攻撃的の方が良かったりすることもありますし、逆にね、引いて守るような、中盤がちょっと開くような、チームスタイルとかでやっていく場合だとね、シュート、守備的の方がね、良かったりはするのかなと思いますので、それぞれの役割とか、やり方、攻撃の攻め方、守備の仕方とかね、によっても変えておくのが大事なのかなとは思いますね。で、あとは全体的な傾向としては、攻撃的ゴールキーパーの方がパスうまい選手は多かったりはしますかね。もちろんそれが全てではないけどね。なので、その辺は参考にしてみていただけると良いかなと思います。ということでですね、今日の動画良かった、参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで、よろしくお願いいたします。最後ね、雑談をして終わりたいなと思います。はい、ということで、ここからね、雑談になっていくんですけども、やっぱりね、最後話したところ、あそこはね、ちょっとね、元ゴールキーパーとして、やっぱこの挙動はね、やっぱ許せない。なと思いますね。これね、いや、これ、ゴールキーパーの人はまだわかると思うんだよな。ぜひコメントいただければなと思いますけど、これね、実際ありえないんですよ。こういう動きするのって。仮にこれ、ゴールキック取られた後だから、ポジショニングずれてるとしても、ずれてたとしてもね、シュート打つ瞬間止まんなきゃいけないんですよ。これがね、大鉄則なんですよ。で、しかも、これゴールキック蹴った後、ボール止めた後ね、結構時間待ってるからね。しっかり落ち着いてからシュート打ってるんで、ポジショニングね、戻す時間もあるしね。もちろんゲームとしてね、しょうがない部分はあるとは思うんですけどね。ちなみに言っとくけど、ゾマめちゃめちゃうまいからね。当たり前だけどめちゃめちゃうまいからね。この人183センチでビッグクラブにずっと長くいるって、そういうことだからね。このポジショニングセンスとか、基本的なとこめちゃめちゃうまいからこそ活躍できてるんで、そこはね、あえて言うまでもないけどね。気になる方はね、ぜひ YouTube とかね、ゾマーとかで検索してみてください。多分、セーブ集とか出てくるんで、ぜひ見てほしいなと思います。実際ね、実際の試合で言うとね、基本的なところが止められるっていうだけでディフェンスはかなり大きくて、相手にフリーで打たせなければ、基本とは止めてくれるっていう感じになってくるんでね。っていうところがね、本来は実際大事なんですけど、イフタはまた話は別なんだけどね。ともあれですね、この検証自体は結構良かったなと思いました。なので、こういう形の検証はちょっと他でもやってみたいなと。身長変えてみたり、センス変えてみたりとかね。この辺はちょっとやってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。他にもね、見たい検証とかあったら、ぜひ教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果と思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと
思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、ゴールキーパーについてやってきました。ゾマーがね、なんか下手みたいに見えちゃうのが嫌だったんで、最後言いましたけども、ゲームなんでね、しょうがないんですけどね、ちょっとこの挙動はね、ちょっと気になっちゃったんで、言いました。またね、いろいろやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。